セガが誇る我らがヒーロー、ソニック・ザ・ヘッジホッグ。その魅力の一つは、非常にかっこいい彼のルックスです。めちゃくちゃスタイリッシュなデザインで、見る者を魅了してくれるぜ。ですがそんなソニックには、逆に見た人を恐怖のどん底に陥れる、恐ろしい姿も存在するんです。ということでこの動画では、見た人に強烈なトラウマを植え付ける、恐怖のソニックを3体ご紹介します。どんなソニックが登場するのかドキドキするぜ。それでは、早速始めていきましょう。まず一つ目は、アグリーソニックです。アグリーソニックは、ソニックの実写映画、ソニック・ザ・ムービーにて初期デザインとして発表されたソニックのことです。その見た目は、元のソニックのデザインが実写向けにアレンジされ、世間一般でイメージされるソニックとはかなり異なっていました。まず2018年にシルエットのみのポスターが発表された時点で、だいぶ雲行きが怪しかったぜ。その筋骨隆々な太ももや小さすぎる手などが、みんなの知ってるソニックとかけ離れてましたからね。全体的に頭身が人間みたいになってて、これじゃない感がすごかった。そして2019年、いよいよ実写版ソニックの全貌が明らかになると、その姿に世界中のソニックファンが悲鳴を上げました。元のソニックと比べて目と口は小さくなり、その顔つきは現実のハリネズミに近いものに。また元デザインでは繋がっていた目も完全に離れ、さらには人間のような歯まで生えています。歯並び良すぎだろ。その結果、このビジュアルやトレーラーが公開された際には大ブーイングの嵐。ソニックの生みの親や、ソニックの日本語版声優までもが難色を示しました。しかもこのトレーラーが出る少し前に、実写版名探偵ピカチュウが公開されていたっていうタイミングも結構苦しかったよな。ピカチュウを含めたポケモンたちが、ゲームのイメージをしっかり保ちつつ、実写の世界に無理なく落とし込まれていたって評価されてたから、それと比較されてさらに炎上してしまったぜ。その後あまりの不評ぶりに、今作を手掛けていたジェフ・フラワー監督は、ツイッターでソニックのデザインを変更すると宣言しました。しかしその時点で、アメリカでの公開日が半年後に迫っていたため、これは前代未聞の異常事態となりましたね。メインキャラクターの CG デザインの大幅な修正なんて、映画のほぼ全編を作り直すのとほぼ同じだもんな。その時点では大部分が作られていなかったっていう噂もあるけど、CG を一から作り直す作業にかかった費用と労力を想像するだけで、冷や汗が出るぜ。実写作品として妥協しつつも、ある程度ソニックの要素は残している、といった擁護の意見もありましたが、かなり批判が大きかったゆえの決断でしょう。さて、その後はやはり修正が間に合わず、映画の公開は延期となりました。2020年2月へ変更されたんだよな。ちなみに、公開日が遅かった日本はそのままコロナ禍に突入しちゃって、2020年6月まで待つことになったぜ。とてつもなく難しい決断を下したジェフ・フラワー監督ですが、結果的にこの決断が、実写版ソニックの運命を大きく変えることとなります。新たに公開されたソニックのデザインは、体型やモデリングは変更前の面影を残しつつも、バランスをよりゲーム版に近い形に変えたものとなりました。本家を意識して目を大きくした点は、特に印象を変えたポイントだよな。この変更後のデザインはソニックファンにも歓迎され、完成した映画は興行的にも大成功。ゲームの映画化作品として、トップクラスの大成功を果たしました。全米で公開されてすぐに超大ヒットを記録して、さっきも名前が出た名探偵ピカチュウを超えて、当時のゲーム原作映画で史上最高のオープニング記録を樹立したぜ。この元のデザインで一度話題になったことも、ヒットの要因の一つだったかもしれませんね。こうして、元の実写版ソニックは影の立役者として姿を消していった。と思いきや、なんと、ディズニープラスで配信された映画、チップとデールの大作戦レスキューレンジャーズに、この変更前のソニックがゲスト出演したのです。まさかもう一度日の目を浴びるとは思いもしなかったから、本当にびっくりしたぜ。この作品ではキャラクターイコール俳優という扱いのため、この元の実写版ソニックは、外見で炎上してしまいソニック役を降板させられた俳優、という設定になっています。そして本人は、その炎上降板劇を持ちネタにしているのか、自らをアグリーソニックと名乗って、サイン入り写真を売りさばいているんですね。ここからこの旧実写版ソニックは、アグリーソニックと呼ばれるようになるぜ。この映画中でのアグリーソニックは、人間のような目や歯並びはそのまま、お腹が少しふくよかになって、全体的に薄汚れた印象もあります。心なしか元のデザインよりキモさが増してる気がする。前はこの人間の歯をちょっと見せただけで大炎上だったけどな、と発言したりもするなど、もう完全に開き直ってますね。でも結果的にこの映画の中では、FBI に同行するリアリティ番組、アグリーソニックと醜い犯罪に出演が決まって、月が回ってきたって喜んでたぜ。映画の後半、大事な場面でも再登場して、意外にも物語のキーパーソンになってるから、気になる人はぜひ見てほしい。まさかの再登場といじられ方に困惑する声もありますが、アグリーソニック自身は炎上にもめげず、真っ当な俳優活動を続ける人物としても描かれています。その様子から、彼は彼としての人生を歩んでいると好意的に捉えたり、むしろ報われたのではないかとの意見もありますね。最初はとんでもないトラウマソニックとして登場したけど、今ではむしろ愛されてる節すらあるぜ。このチップとデールの映画に出演させたのも、デザイン変更と同じくらいの英断だったと言えるでしょうね。二つ目は、魔人ソニックです。出た、元祖トラウマソニック。目が黒く塗りつぶされた不気味なソニックが、右手の人差し指を突き出しているのが特徴です。
この魔人ソニックは、1993年発売のソニック・ザ・ヘッジホッグ CD というゲームの隠し要素で見ることができます。今回は最新の移植版である、ソニックオリジンズ版でのやり方を紹介するぜ。まずソニック CD のタイムアタックモードに挑戦し、トータルのクリアタイムが30分21秒後未満になるようにクリアします。するとスペシャルステージのタイムアタックが解放されるので、今度はこっちのトータルタイムを4分未満に。この条件を達成すると、タイトル画面のエクストラズの中に、サウンドテストが追加されます。このサウンドテストモードが、魔人ソニックへの入り口だぜ。ここでは PCM と DA の番号を変更することで、ゲームの BGM や SE を聞くことができます。ですがおまけ要素として、この2つの番号を特定の組み合わせにすることで、当時のスタッフさんが描いた書き下ろしイラストを見ることもできるんですね。例えば PCM3、DA1 に設定すると、バンドをやってるソニックたちが、PCM11、DA9 に設定すると、非常にキュートなソニックなんかが見られるぜ。そして、PCM を12、DA を25にすると、楽しさ無限大、セガエンタープライゼス、マジンガ、という文字とともに、マジンソニックが登場します。北米版のソニック CD では不気味な音楽とか笑い声も流れるから、本当にゾッとするぜ。日本版ではややコミカルな音楽になりますが、それでも画像の破壊力がすごすぎますね。ちなみにこのマジンというのは、このイラストを描いたスタッフさんのハンドルネームだそう。マジンソニックという名前もあくまでファンの中での名称で、本当の名前は不明だぜ。さらにこのマジンソニックは、登場から30年近く経った今でも活躍中です。2021年のハロウィンに、ソニックのツイッター公式アカウントにて、ソニックが仮装した姿としてまさかの再登場を果たしています。なんだかんだ愛されてるよな。ちなみに余談ですが、マジンソニックの誕生日は、12月25日とされています。まさかのクリスマス。この日は実は、マジンさん自身の誕生日でもあるんです。もともと誕生日は設定されていなかったんですが、ある時マジンソニックファンから、マジンソニックの誕生日はマジンさんと同じであると考えていいか、という質問を受けたマジンさんが、その日にしましょうと答えたことから、この日が誕生日になったようです。今年のクリスマスから、毎年マジンソニックの誕生日も祝うしかないぜ。その不気味さで多くの人にトラウマを植え付けたであろうマジンソニックですが、これからもどこかで会える機会がありそうですね。3つ目は、ソニック .exe。これは実は非公式のキャラクターなので紹介するか迷ったのですが、もはやソニックを語る上で欠かせないほど有名になっているので、この機会に紹介しようと思います。非公式な分、結構ショッキングな内容も含まれているから、この後の動画の視聴には十分注意をしてくれよな。ソニック .exe は、海外の方が制作した、ソニックの二次創作ゲームです。もともとは1枚のとある加工画像から始まって、それに沿ってバックストーリーや設定が作られたみたいだぜ。ストーリーは、ある日一人の男の元に友人から届いた、1枚のディスクから始まります。そのディスクにはソニック .exe と書かれており、ソニックのファンである男は、ワクワクしながらディスクをパソコンに入れて早速プレイします。しかしゲームを進めていくうちに映し出されたのは、黒い目に赤い瞳、さらにそこから血を流しているという、恐ろしい姿のソニックです。そしてそのソニックは、テイルスやナックルズ、さらにはエッグマンといったおなじみのキャラクターたちを追い詰めた末、惨殺してしまいます。これを見て怖くなった男が慌ててパソコンの電源を切ろうとすると、なんと背後から、じゃあ、画面にはアイアムゴッドの文字が浮かび、その後パソコンは強制シャットダウン。男が後ろを振り返ると、目の下に血痕を残して微笑むソニックのぬいぐるみがあった、というストーリーです。あまりにも怖すぎる。前に紹介した2つと違って、本気で怖がらせに来てるのを感じるぜ。なお、ソニック .exe に登場する恐ろしい姿のソニックは、ソニックとは全くの別人で、X という名前です。その正体は、異次元で生まれたエネルギー生命体、とされています。異次元で生まれた存在である X は、こちらの世界に来るには器が必要。つまりこのソニックに似た姿は、X がこちらの世界に来るための器ということですね。ちなみになぜソニックと似ているのかというと、ソニックに心を奪われた X が、その姿を模倣したからだとされています。しかし、器に自らを収納する際にはかなりの激痛が伴うようで、そのためこのソニック .exe は、目から出血しているのだそう。この恐ろしい見た目にそんな秘密があったとは。なお、姿を模倣していることからもわかる通り、X は非常にソニックのことを好いています。最初に作った世界もグリーンヒルを参考にしており、ソニックをいつか自分のものにしたいと考えているようです。あと、自分とソニックの間を邪魔する存在だからか、エミーなどソニックを救うものをかなり嫌っている様子もあるぜ。なお、よく勘違いされる部分ですが、彼は殺人を一切行いません。ゲーム内ではキャラクターたちを惨殺していますが、あれはあくまでゲームの中での出来事。実際さっき紹介したストーリーでも、ゲームをプレイした男は最終的に無事でしたしね。このあたりの設定は少しややこしいけど、X 自体は人類のことがソニックと同じくらい好きだから、彼自身は人の死を極端に嫌うぜ。しかし、人間の死を嫌うあまり、彼は非常に極端な手段を取ることもあります。人間は放っておくと死んでしまうので、そうなる前に人間の魂を抜き取り、自らが作り上げた世界に閉じ込めることで、人間を永遠に生かすことを目標としているようです。歪んだ愛って感じだな。またソニック .exe は現在もリメイクが繰り返されており、多くの派生作品もあります。
ホラーかつグロデスクな内容が目立ちますが、中にはホラー色を抜き取った、お笑いものの動画なども制作されています。エセホラーな偽物ばかりが出てきてなんか疲れたと嘆いていたり、本物のソニックと世間話をしていたり、俗っぽい X の姿も見られるぜ。テイルスやナックルズたちに襲いかかるも返り討ちにあったり、X と間違えられた本物のソニックが巻き添えを食らったりといった、ギャグ展開を繰り広げる明るいソニック.exeもちらほら存在しています。しかし繰り返しになりますが、これらはあくまで二次創作ということも踏まえ、慎重に扱うように気をつけてください。強制的にブラウザーを開いて、びっくり系サイトにアクセスさせるような悪質なものもあるから、注意が必要だぜ。以上、トラウマすぎるソニックたちでした。どれもトラウマ要素満載だったけど、ソニックが多くの人に知れ渡っているからこそ生まれたものもあって、すごく面白かったぜ。ゲームにおけるソニックのトラウマとは、また違ったドキドキ感がありましたね。みんなにとってのトラウマすぎるソニックも、ぜひコメント欄で教えてほしいぜ。たくさんのコメントお待ちしています。また動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。